皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。はい、じゃあ今日も染めていきますよ。今回使うのは宮古染めのコールダイホットローズピンクです。今回染めるのはシルクの長襦袢なのでコールダイホットを使っていきます。コールダイオールとコールダイホットと2種類あるんですけれども、その違いについては後ほどご紹介しますね。はい、初めてシルクを染めるので一応説明書の確認です。今回はお酢を使っていきます。麻の長襦袢を染めるときはお塩を使っていました。動物性のものを染める場合はお酢を使っていきます。はい、それでは今回も勢いよく全出しででこれにお湯を注いで溶かします。ざらつきがなくなるまでよく溶かすというふうに説明書に書いてあるんですけど、確かにちょっとザラザラした感じはするんですけど、目視でわからないので適当ですね。はい、お湯は85度以上ということなので一度沸騰したお湯を準備しました。そこに染料を混ぜていきます。染料は3分の2ほど入れました。少し薄めの色に染めたかったので半分よりちょっとぐらい多いぐらいでいいかなと思って目分量です。この染料を全部で 250g の T シャツを染められるということなんですが、今回準備した長襦袢が 320g ぐらいだったので規定の量よりは多い分量を染めるのでそれで淡くなるかなと思って調整しました。あらかじめ濡らした長襦袢を入れていきます。お湯が熱いので手袋をしていてもやけどに注意です。必ず菜箸とか割り箸、あとはトングとかを使うといいと思います。やけどに注意をしながら染めていきます。はい、では染めている間にコールダイオールとコールダイホットの違いについてお話ししたいかなと思います。まず私は、麻の長襦袢をコールダイオールとコールダイホットを別々で1枚ずつ染めてるんですけど、植物性の素材のものを染めるときはコールダイオールで十分かなっていう感じがします。コールダイオールだとお湯を使わないのでやけどの心配もないですし、コールダイホットと比べてそんなに遜色ない仕上がりな気がします。若干コールダイホットの方が濃く仕上がる感じはしますけど、コールダイオールの方が扱いが楽なので植物性の繊維を染める場合はコールダイオールでいいかなと思います。でコールダイホットの方ですけど、こちらはご覧のようにお湯を使うのでやけどに注意をしながら染めていかなければいけないかなっていう感じですね。でもやっぱり染まりはとてもいいですし、シルクとかカシミヤとかウールとかはホットの方がいいかなと思います。コールダイオールでシルクの端切れを染めた時は染まりが薄かったんですよね。なのでやっぱりシルクを染める時はコールダイホットがおすすめです。ちょっとうたた寝してたら1時間ほど経ってしまってちょっと濃く染まってしまったかもしれません。赤じそみたいな色になっちゃいましたね。ここまで染まっちゃったのはしょうがないので洗っていきたいと思います。染料はこの時点でもまだ厚めの温度になってました。小豆の茹で汁みたいな色ですよね。いわゆる小豆色ってこういう感じなんですかね。こういう色のことは小豆色っていうのかな。結構濃い色になっちゃいましたね。一番初めはぬるま湯で洗います。シルクは特に色止めなどはしないんですけど、色落ちもそんなに
落ちてる感じはしないですね。次は食器用洗剤で洗っていきます。この辺はもうコールダイオールもコールダイホットも同じ工程ですね。シルクの場合は色止めもいらないということになります。この食器用洗剤で洗うのは染めたものの中に余分な染料とかが残っているものを洗い落とす効果があるそうです。よくね、もみ洗いをしていきます。あとはすすぐだけなので早送りでご覧いただきます。このお鍋ね、私が持ってるお鍋の中で一番大きい鍋なんですけど、全然使い道がなくてもうすっかり染め物専用になってます。意外とね、大きいお鍋使わないんですよね。はい、今回も石化絞りをちょっと試してみました。今回は白地色のところをちょっと多めにしたいなと思って、あらかじめ濡らしておくと白いところがたくさん残るということだったので、濡らして染めています。毎回どんな感じに仕上がるか気になりますよね。でもちょっと白いところが多すぎだったかな。ちょっと格子っぽく染まりましたね。こちらも同じように洗剤で洗ってすすぎをしていきます。はい、洗い終わったので干してます。やっぱりちょっと濃かったですね。石化絞りの色合いの方がちょっと好みだったな。ついていた炉の半襟はどうやらポリエステルだったみたいで染まらなかったですね。こっちのピンク色の方が可愛かったな。でもなんかくっきり四角に染まっててちょっと可愛げがない感じがしますね。ちょっと失敗かな、染め方は。一晩干して乾いたのでアイロンをかけていきます。乾くと少し色合いがね、明るめになりました。いつものように高温でガシガシアイロンかけています。先日高橋着物工房さんのチャンネルでおかみさんがシルクの長襦袢を自分で手洗いするっていう動画を上げてらしたんですけど、あの動画では濡れたままアイロンかけてました。濡れたまま軽くアイロンをかけてちょっと温まったところを引っ張ると伸びるらしいんですよ。なので縮んだところもそこで少し調整するようなことをおっしゃってて、それはね、私もさすがにちょっとびっくりしちゃいましたね。濡れたのにアイロンかけちゃっていいんだと思って、でもその動画でちょっと勇気をもらって、実は黒い夏大島あれを洗ってしまったんです、私。もちろんエマールですよ。エマールで洗いました。ちょっと非難合々来るかもしれないと思って動画にはしなかったんですけど、匂いがかなり気になっていたので思い切って洗いました、夏大島。やっぱりちょっと私の中でも縮んだりとかするのが心配だったんですけど、意外と縮まなかったです。ちゃんと洗えました。すごいさっぱりして本当に良かったです。で、夏大島の網戸のような感じの感触が少し和らぐかなとは思ったんですけど、それはね全然変わらなかったですね。ちょっと硬い張りがあるまんまでしたね。あれがもうちょっとしなやかになればもっと着やすいのになって思うんですけどね。なんかいい方法ないですかね。今アイロンかけてるシルクの炉の
長襦袢ですけど、こちらも今回特に縮んだりはしなかったですね。お湯を使って染めたのでちょっと心配だったんですけど、どちらかといえばちょっと大きめの長襦袢だったので、少し縮んでくれるといいなと思ったんですけどね。どちらにしろシルクって蚕をお湯で煮て繊維を取るじゃないですか。だから熱には強いんじゃないかなって思うんですけどね。どうなんですかね。この長襦袢はよく見るとところどころ縫い目が薄くなってるところがありましたね。すごく綺麗な長襦袢だったんですけど、前の持ち主の方は愛用されてたんですかね。今回ね、縁あって私が使わせていただくことになったので、私も愛用させていただきます。すっごく綺麗に染め上がったと思いませんか？思ってた色よりはちょっと濃かったけど、でもすごくいい感じになったと思います。はい、それでは本日の動画は以上になります。いかがでしたか？綺麗に染まったので皆さんも染めてみたくなったんではないですか？ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。